はい、こんにちは、サウンです。今日は僕がずっと好きで毎週見てる番組の最強野球っていう野球番組なんですけど、それのポップアップストアができたって言って、それを見に行きました。なんか引退した野球選手たちがまた一チームになってアマチュア選手たちと戦う番組なんですけど、その今見える監督さん、なんかソフトバンクスに出た監督さんのキム・ソングン監督が監督してるし、いろんな選手が集まって野球試合をやっています。前千葉ロッテの選手だったイデウン選手もここの番組に出てピッチャーとして頑張って、ボールを投げたりしています。ポップアップストアの中はこんな感じでちょっと狭いんですけど、でもその番組の人気がやっぱりみんな好きな番組なのでずっと並んでて何十分ぐらい待ちました。売ってるのはこんな感じで、T シャツとかいろんな服とかなんかのバッグとか売ってます。こんな感じです。前に直接野球を見た時来た、ジョン・ユン選手とかいろんな選手の壁画がこんな感じであります。すべての選手の横にこんなサインも直接してくれて、本当にいい感じでした。だから入場するためのチケットを待機してもらいました。それがなんかイベントの応募もできるチケットらしくて、ここの後ろに僕の電話番号とか書いてて応募してましたけど、落ちちゃいました。中に入ったらこんな感じでなんか最強野球って書いてるタオルとか、こんな、いろんな半袖の服とか、こちらもなんかタオルとかがあります。こんな感じで。今日はそれをユニフォームを着て、そのポップアップストアを着ました。こんな格好で来ました。こんな感じで、前にそこの選手からサインも2個もらったんで、右と後ろにサインがあって、こんな感じで青色で来ました。この番組に出る選手たちのカードとかもあって、なんかそれを買ったらランダムで本当に直接サインできたカードが入っているかもしれないって感じで売ってました。でももう全部売り切って僕は買えなかったんです。この番組のマスコットのぬいぐるみも売っててこんな感じです。どういう動物かわかんないんですけど、クリとソリっていう2個のマスコットがあります。服以外にもなんかキーリングとかこんなユニフォームの後ろにつける名前の名札とかも売っててこんな感じで、選手の顔があるキーリングとかもあります。そのソフトバンクスホークスでいたイデオ選手もあります。ポップアップストアはこんな感じで、ジャーヒョンデでやったので、そこでなんかちょっとブラブラして今日は帰りました。それで今年最後のシーズンの試合を直接見に行けることになって、その試合を見にジャムシルスタジアムに来ました。こんな感じで、本当に人が多かったです。なんか入るものもこんな並んでって、コリアンシリーズみたいな感じで、人いっぱいの試合でした。空も今日めっちゃ綺麗ですね。こんな感じであります。スタジアムのすべてがその最強野球って書いてる、そういうのがありました。今日の試合は最強モンスターズと丹国大学の大学野球選手たちとの戦いです。番組なので番組を撮影する前にここの選手からスレートをする感じでこんな感じでスレートをやっています。それもめっちゃみんなが燃え上がることで応援していますよね。本当になんかいい感じです。試合する前にこんなに並んでとりあえず撮影を始まることになりました。これから試合相手と並んで、なんか挨拶したり、試合する前のなんかそういうのを今やっています。国歌を歌うのはパク・チョンヤンっていう韓国で結構有名な歌手さんが来て、それ歌っています。本当に上手かったんです。その後、支給としてメジャーリーグから今活躍してるリュウ・ヒャンジンさんが来て支給をすることになりました。本当にメジャーリーグで試合する選手のことを見るのは初めなので本当になんか嬉しかったです。ここで見るみんなも本当に盛り上がって応援していますよね。
なんかプロ野球選手だから本気で投げてほしいなとか思ったんですけど、やっぱり支給やから本当になんかゆっくり投げてこんな感じでした。でももう投げた姿だけ見ても本当に嬉しかったです。それでこれから試合を始まりました。最初攻撃は単国大学の選手たちからでこんな感じで今試合を続けています。応援の姿もこんな感じなんですけど、やっぱりなんか番組の撮影なので向こうの応援するチームは少なくて9割ぐらいがモンスターズを応援している感じです。今日は今年のシーズンの最後の番組撮影からかもしれないけど、こんな感じで本当に頑張って応援してる感じです。本当になんか僕は三塁で向こうのチームを応援する席に座っていますけど、ここに座ってよかったと思うぐらいこんなちゃんと見えてて良かったです。こんなのも上がってきて、本当にみんな頑張ってこんな感じで応援してるから、やっぱりなんか番組の人気がこんなにあるんだとか思ったし、プロ野球よりも人気があるんじゃないかなとか思うぐらい、本当に人気でした。モンスターズの攻撃になって、今打席にいるのは、モンスターズの4番打者、元ソフトバンクス出身のイデオ選手。韓国のロッテのチームで引退したんですけど、イデオ選手の打席です。本当に韓国でもめっちゃ上手い打者なんで期待してみたんですけど、やっぱり安打になって一塁まで進んでいました。大学のチームだから、なんかチアリーダーとかもあんまないかと思ったんですけど、大学の部活としてあるチアリーダーさんたちが応援することになって、これも本当になんか大学の空気とかが感じることになって、本当に楽しかったです。そういうなんかファンが少ないのにこんな頑張って応援するのが、人の心をちょっと動いちゃって、ここの三塁にいる人たちはモンスターズのファンなのになんかその大学のチームも応援することになって、それもちょっと本当に楽しかった試合でした。今の打席にいる人は LG ツインスで活躍したパギョクンテ選手の打席で、この人もめっちゃ有名な個人記録で2500以上の安打がある選手で、韓国のプロ野球の中にも結構トップで引退した選手です。その伊藤の打席もめっちゃ頑張ってみんな応援しています。もうその応援で頑張ってもう安打になって今一塁に進んでいますよね。また、イデオ選手の打順になって、打席に入っていますけど、またこんなに安打になって点数を取りました。こんなに、上手い選手なので、ホームランも結構多い選手だし、みんな、この番組に出る選手、ほとんどの選手が、引退する前に結構記録が上手かった人たちなんで、こんなに上手いプレーを見せてくれますよね。監督さんがマウンドに来て、なんか選手が変わるかなとか思ったんですけど、ただなんか応援しただけで帰っていますよね。番組だから監督さんがマウンドに来るだけでもみんな応援したり拍手したり、そんな感じです。なんかこんなダンスタイムがあって、さっきのリュウヤンジン選手とか、こんなティアラのジヨンさん、旦那さんのプロ野球選手のファン・ジェギュン選手とかも、こんな感じで踊っていますよね。なんかどっちのファンかに関係なくみんなが一つになってこんな感じで歌って応援したりしているのも本当になんか野球だから番組だから感じれることじゃないかなみたいなことですよね。本当になんかいい感じでこんな感じで応援しています。これでみんなこんなねウェーブで応援してて、本当になんかこれが何回もウェーブがあって本当に楽しかったです。これで最後のボールでレフトからボールを取ってアウトを取ったので試合終了で今回の最後の試合は勝利に終わりました。こんな感じでみんな応援してみんなも勝利を楽しんでいますよね。こんな感じで。その後なんかありがとうございますとかなんか書いてるというのを思っとって、その野球場を一回みんな回って歩いてるので、それもなんかコリアンシリーズの最後の試合じゃないと見えないくらいの姿なので、それも本当に楽しくて、ずっとなんか試合場を出れなくて、こんな感じで見ています。僕以外のみんなが今そこまで見てて応援したり、泣いてる人も多分いた気がしますけど、こんな感じで、番組なのにこんな感じ、本気出して野球試合を応援しています。
それもなんかみんなで記念撮影して、最後の挨拶をして、ここの番組の撮影っていうか、ここの試合はここまでにして終わりました。終わってこんな感じです。最強野球って書いてて、試合は終わりました。今日は僕が最近本当に好きな番組の最強野球っていう番組のポップアップストアと直接試合を見に行く時のその試合をちょっと撮ってみたんですけど、皆さんどうでしたか？もう番組的にシーズンは全部終わったので、やっと載せることがあって、頑張って編集したんですけど、早く日本にいて日本のプロ野球が本当に見たいなとか最近思ってるので、機会があったら日本のプロ野球も行けたらいいなとか思っています。この動画が面白かったらチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。なら次の動画でまた会いましょう。バイバイ。